おはようございます。現在の時刻がね、7時44分で、車内の気温はマイナス2度ですね。めちゃくちゃ寒いです。で、車外の気温はマイナス 5.3 度ですね。相当冷えてます。ですんでね、これ窓ガラスが、もうガリガリですね。で、車外の様子なんですけども、ちょっと雪積もってるけども、ちょっと少ないかなっていう感じですね。でもね、ちょっと、外に出てね、見てみましょう。よし、行ってみましょう。よいしょ。あんまり積もらなかったですね。気温はめちゃくちゃ冷えてるんですけどね、昨日のね、5センチぐらい積もった分だけでしたね。でもね、ソーラーパネルの上はしっかり積もってますね。おー、景色がすごいいいや。向こうすごい景色がいいな。あれ、海かな。ここね、駐車場の利用率高いですね。朝まだね、7時45分で駐車場いっぱいです。夜はね、全然いなかったんですけども、明け方にかけてね、どんどん来ましたね。おー、絶景、すごい。あの辺が米子ですね、多分。ここが米子で、この奥が坂見田みたいな格好ですね。空も晴天ですごい。で、この裏が大山だけど頂上しか見えませんね。あれ多分大山の頂上でしょう。おお銀世界。さすが標高 1000m 級は違いますね、これ。はい。でね、ちょっとゴソゴソしてからね、車に戻ってきました。で、今ね、9時前なんですけども、お腹空いたんでね、料理作りましょう。はい。これですね。残ってる食材ですね。昨日のもやしとキャベツのミックスと、初日に買ったスープ付きワンタンですね。醤油味。これね、すごいのがね、99円で売られてたんですけども、カロリーが174キロカロリーとかってね、すごい低いんですよね。で、多分ね、この野菜を合わせてもね、そんなにカロリーないと思うんで、250キロカロリーぐらいのね、朝食になると思うんで、この分作ってね、もう寒いんで、パッと食べて温まりましょう。水350。で、もう最初から入れとけばいいですよね。よし。はい。プロパンの入った冬用のボンベ使ってるんですけども、寒すぎて火が全然出てきてませんね。料理できないな。困りましたね。もうしょうがないですね。ちょっとね、じゃあ、今回ね、もしかしたらと思ってね、IH を持ってきてたんでね、もう IH で調理します。仕方がないです。で、電源はね、今回ちょっとこっちに EF データ持ってきてたんで、EF データでいきます。で、このままいければいいんですけどもね、どうでしょうかね。そこ務めましょう。ダメか。ダメですね。まあ仕方ないんでね、この鍋使いましょう。IH でも使える鍋なんで、ちょっと水入れて。いけますよね。あ、いけますね。で、ちょっとね、蓋をしてから蒸しましょう。こうした方が早いんでね。はい、ちなみにね、電池残量はちょうど 50% ですね。今 560W ぐらい使ってるようです。で、この状態だったらね、50分ぐらい料理できるらしいんですけども、多分20分ぐらいとかでね、料理終わると思うんで、電力消費量は 20% ぐらいでね、終わるんじゃないかと思います。沸騰するまでまず待ちましょう。待ってる間でね、ちょっと軽く片付けておきます。よいしょ。おー、煮えてきましたね。よし、いい感じですね。そしたら粉末を入れましょう。粉末なんですね。で、あとはね、ワンタン並べましょう。よし。で、蓋をして、あと2分ぐらいで終わりです。よし、どうかな。おー、いい感じですね。美味しそうにできてます。よし。じゃあもう OK にしましょう。切らずにね、1にしておきます。で、結局ね、バッテリー残量ですけども、35% でしたね。ですので 15% でワンタンのお鍋がね、できたという格好になりますね。すごいです。ということは、この電源だったら、約6.5 ワンタンぐらいできるみたいですね。はい。これでもIH はすごいですね。ガスが全然使えない状況でもね、問題なく動いてくれるんで、逆にそのガスが使えない気温で電源が動いてることの方が僕は驚きなんですけども、寒さに意外と強いんですね。一応現在の気温はマイナス2、3度ぐらいだと思います。すごいです。
はい、ということでね、景色はあんまし良くないんですけども、ちょっとまあ少し窓を開けてからゆっくりねいただきたいと思います。いただきます。果たしてワンタンのお味は。美味しいです。もちもちのプリプリですね。これはお次は野菜をいただきます。柔らかく煮えてます。美味しいです。熱っ。はい、ということでね、完食です。美味しかったです。ごちそうさまでした。で、もうね、結構いい時間なんで、ちょっとね、もう片付けて帰る準備をね、したいと思います。片付けしましょう。よし、じゃあね、車内はね、片付け終わったんで、雪かきします。上から。窓ガラスがね、ガリガリに凍ってますね、これ。よっと。向こうに落としましょう。雪はね、何センチだろう。7センチぐらいですかね。積もってますね。パウダースノーなんで、柔らかいです。ふわふわですね。多分ね、走ったらね、ふわーんと全部落ちちゃうような雪ですね。あ、角がめげた。ガリガリに凍ってますね。で、こっちは OK なんで、窓ガラスをね、なんとかしたいと思うんですけども、実はね、このガラス類ね、今、凍ってるんですよね。だからもうこうやって、こすぎ落とすしかないです。魚の鱗をね、取るような気分ですね。取るのが大変そう。よし、OK ですかね。で、最後にね、エンジンがかかるかどうかなんですよね。今ね、現在の気温はマイナス 1.9 度とからしいんですけども、これでね、リチウムイオンバッテリーがかかるかどうかなんですが、問題なくね、かかりましたね。バッチリです。よーし、OK ですね。でもちょっとね、ほんと氷まだ凍りついてるんで、ちょっと、よいしょ、暖気してね、少し温めたいと思います。思い出しました。キャンバー乗っかってたんで、このキャンバーからね、降りましょう。車すごい踊ってますね。すごい。よいしょ。よいしょ、バック。よし。OK ですね。回収しましょう。よし。よし。はい。ということでね、帰る準備もできたんで、もうこのままね、帰っても大丈夫なんですけども、まだ実はね、5000円縛りの中でからね、643円も使えるお金が残ってるんで、最後にね、昨日も言ってましたけども、向こうにお店があるんで、そのお店の方に行って、パンとコーヒーをね、買って帰りたいと思います。行きましょう。長靴で靴下に前履きで履いてるんですけども、この長靴ね、別にスノーブーツとかじゃなくて、ただのスパイクがついてる靴なんで、めちゃくちゃ足が冷たいです。足が痛い。早くね、車に戻ってエンジンかけないともう指が落ちそうです。おー、気持ちいい。晴れたら一気にね、体感気温が上がりますね。頭上注意って書かれてね、何かと思ったらものすごいつららがついてました。すごいな。そりゃ注意じゃわ。コーヒーもテイクアウトできるかな。あら、お勤め品がありますね。いきなり目についてしまうとな、これ。多分このパン中でやってるんでしょうね。で、まだね、時間が早いんで、
パンがねあんまり出てきてませんね。コーヒーが普通390円するんですけど、それが300円になる。コーヒーが300円になるってことですね。そうです、そうです。はい。なるほど、わかりました。はい、僕のね情報がちょっと間違ったみたいだから、コーヒーとパンのセットはコーヒーが300円になるみたいですね。パンを買ったらそう甘くはいかないですね。でもですね、643円もあるんで、コーヒー300円で買えるんで、343円分のパンは買えるということなんでね、だいたいそこにね近づけるように買って帰りましょう。白パラフルーツがありますね。フルーツ牛乳です。これね 50% オフですね。55円とかでね買えるらしいです。これ嬉しいですね。これ買いましょう。あとレンチンご飯がありました。これ珍しいですね。鳥取県の新銘柄のお米らしいです。350円の半額なんでね、175円ですね。プラス税。よし、これも買いましょう。いいのよ、OK ありますね。あとどれにしましょうかね。まだね朝早いからかな。来た。味噌パンっていうのが出てきましたね。大山のねお味噌を使ったパンみたいなのでね、こちらいただきましょう。160円プラス税。よいしょ。おお、ありがとうございます。ありがとうございました。よし、いいのがね買えました。やりましたね。よし、じゃあね車乗りましょう。雪がね気持ちがいいですね。踏みしめる感覚がねキュッキュッキュッキュ言ってから最高です。耳にね響くんですよね、このギュギュって音が気持ちいい。はい、帰ってきました。はい、今回はね予算5000円で2泊3日のテレワーク車中泊っていうのにね挑戦してみたんですけども、いかがだったでしょうか。車内はねこんな感じでからもう広々使えて、あぐらかいての作業も座っての作業もねめちゃくちゃ楽で、やっぱしねみちさんがされてたこの段差がある形式のレイアウトはねものすごく良かったです。なんですけども、じゃあね作業はかどったのかって言われたら実はそうでもなくって、というのがね車内がめちゃくちゃ寒かったんですよね。で寒かったら指もかじかむし足先も冷たいしで作業効率がめちゃくちゃ下がるんで、氷点下とかもう5度とか下回ったらノマドにはちょっと難しいなってことがよく分かりました。だからそういった環境下でノマドするんだったら FF ヒーターつけるなり、なんか車内を何とかして温めないと快適に PC 作業もちょっとできないなと思いました。で、あと驚いたのがポータブル電源で、ガスボンベの方がね使えないぐらい寒い時でも電源動いたんで、これマイナス5度でも動いたんでね、 EF デルタすごいなと思いました。ちなみにねブルーティ EB150 の方もこれバッテリー切れましたけども、朝までずっとね、電気式毛布使いました。快適でした。ですんでね、極地線な場合には普通のガスボンベよりもマイナス5度までだったらポータブル電源の方がね使えるのかなというふうに今回ちょっと考えました。ただしね室温が0度上回ったりとかすれば多分ガスの方が便利だと思います。で、あと今回出たゴミはこんな感じで、こっちが燃えるゴミでこっちが燃えないゴミなんですけども、結構やっぱし出てしまいますね。ですけどね、これはいつもの通り持って帰って家でね処分したいと思います。で、最後にねこんな感じでお土産買わせてもらったんですけども、結局かかった費用は、全部込みで宿泊費込みで4990円でした。ですんで5000円で2泊3日のノマドテレワーク車中泊っていうのはねできる。だけども寒さ対策をしないと快適には過ごせないってことがね分かりましたんで、今回はねいい勉強になったんで、帰ってねゆっくり家でパソコン作業したいと思います。はい、こんな感じですかね。ということで今回はこの辺でご視聴ありがとうございました。バイバイ。よし帰ろう今11時。よし、じゃあ行きましょう。わお、うるさい。帰りしないねこれ出すみたいです。何ですか。はいありがとうございました。笑顔のね素敵なおじいちゃんでした。上り坂がきつい。こっちですね。味噌パンね食べたんですけどめちゃくちゃ美味しいです。味噌パン超おすすめです。で、ここにね溝口展望駐車場っていうのがあるんですけども、この鬼の建物がねこれお手洗いなんで、ちょっとお手洗い借りましょう。
OK。ちょっと行ってきます。はい、あとはね、高速道路を使ってのんびり帰ります。はい、鳥取の方のね、高速道路に乗りました。ちなみにね、今、全走行距離が202キロで、ガソリンはまだ半分以上残ってるんで、今回はね、無給でもう岡山でね、帰れます、確実に。はい、昼線のね、サービスエリアにちょっと寄ります。特に用事はないんですけど、なんか寄りたくなったんで寄ります。コーヒー飲んでないんでね、ちょっとコーヒー買ってきましょう。カフェラテ、どれも一緒かな。カフェラテにしましょう。砂糖入り？砂糖いらんんだけど、取り消し。こっちにしましょう。カフェラテ、砂糖なし。ケースが熱々で持てませんね、これ。よし、行きましょう。いただきます。はい、いいです。